皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。iPad でお絵描きをしている皆さん、Apple Pencil って高いですよね。もし Apple Pencil にも引けを取らない性能でもっと安いペンがあったらいいと思いませんか？私はメタペンをおすすめします。メタペンは iPad をはじめ様々なタブレット用のペンを独自の技術で開発している市場評価のとても高いメーカーです。今日はそのメタペンの最新モデル A14 をレビューしたいと思います。見た目や触り心地、重さ、そして反応はどうか、書き心地はどうかなどユーザー目線でしっかりと評価します。そしてこのペンを使ってこの絵を描きました。Apple Pencil を使わなくともこんな絵がちゃんと描けるんですよ。どのような手順で描くのか、その描き方やコツをこのペンの使い心地とともにしっかりと解説します。もしかしたら Apple Pencil はもういらないかもしれませんよ。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。まずはこのメタペン A14 の見た目から。表面は白く、ボタンなど何もありません。金属製で表面はサラサラとしています。高級感がありますね。ペン先は交換可能になっていて、グリップエンドのところにボタンがあります。押すと光りますね。Apple Pencil 2と比べてみましょう。色も形も長さも全く一緒。重さは A14 の方が若干軽いでしょうか。Apple Pencil 同様に一つの面が平らになっていて、そこにロゴマークがあります。では実際に書いてみましょう。Adobe Fresco で試し書きをしてみます。今はまだ何も書けません。グリップエンドのボタンを1回押すと、それだけですぐに書くことができるようになります。随分滑らかに書くことができますね。ペン先のズレや遅延などは感じません。でも実際はどうなのでしょうか。Apple Pencil 2と比較してみましょう。まずは Apple Pencil 2から。ゆっくり書いて、早く書く。こんな感じ。次に A14。体感としては全く同じですね。Apple Pencil との違いは感じません。次に鉛筆で書いてみます。細い線もしっかりと書けるし、傾きの検知もしっかりとしますね。ただし A14 には筆圧感知の機能はありません。Apple Pencil で書くような筆圧変化による表情はつけることができません。また、ボディのダブルタップ機能もないので、消しゴムとの切り替えなどもできません。この A14 最大の特徴は、マグネット接続による充電が可能という点です。Bluetooth 接続をすれば、バッテリーの残量表示もされます。では、この A14 を使ってリアルな絵を描いていきましょう。描く手順はこちら。下書き、線画、下塗り、書き込みです。これが参考写真。この写真を見ながら、まずは下書きで大まかに形をとっていきます。ブラシは鉛筆。ブラシの流量を35に落として書いていきます。このペンには筆圧感知機能がありません。鉛筆のように筆圧によって濃淡を表現するブラシを使う場合は、ブラシの流量を下げます。流量、つまり出るインクの量を下げて、重ねるように書くことで、ブラシによる濃淡を表現することができます。次に線画を描きます。ブラシは筆圧に影響されずに一定の太さで描けるものを選びます。今回は J クリエイターにある細線 JP にしました。ブラシの流量を 50% ほどにしています。流量を下げることで下書きの線を見やすくしているんですね。下書きでは形を大まかに取っているだけなので線がバラバラです。線画ではそんな中からなるべく適切な線を選び一本の線にします。描画に遅延もないし途切れることもない。ペン先とのズレも感じません。書くことにストレスはありませんね。ご覧のように十分細かい表情を描くことができています。
色の下塗りをしています。ブラシは汎用にあるハード円を使っています。ここでも筆圧で変化しないブラシを選んでいます。その上で単色で均一に塗れて、ペン先の大きさが自由に変えられるものを選びました。まずは溶けているチョコレートを塗っています。ペン先を細くして外形を塗り、徐々に大きくして全体を塗っています。次に別のレイヤーにスポンジケーキのクリームの部分を塗っています。これも細いペンで丁寧に形をとり、ペン先の太さを変えて塗りつぶしています。スポンジケーキのスポンジ部分を塗っています。クリームのレイヤーの下に別のレイヤーを作り、そこに塗っています。そうすることで、クリームの形に気をとらわれることなく、簡単に塗りつぶすことができます。最後に、一番上にレイヤーを作って、垂れたチョコレートのハイライトを塗っています。ハイライトを今から塗るのと思われるかもしれません。このチョコレートは大きく分けて2つのパートがあります。チョコレート本体とハイライト部分。これらを下塗りでレイヤー分けしておくことで、この後の作業がぐっと簡単になります。書き込みをします。まずはチョコレート本体から、レイヤーの透明度をロックします。こうすることで、このレイヤーに絵が描かれている部分以外には何も描けなくなります。チョコレートに色の濃淡をつけます。ブラシは汎用にあるソフト円不透明、エアブラシ効果のあるブラシです。流量をかなり下げます。徐々に重ねることでグラデーションのタッチをつけていきます。上部のつぶつぶを描いています。ブラシは特殊効果の羽2を使っています。消しゴムで少しずつ消していき、つぶつぶの表情を調整します。この時も消しゴムの流量をかなり下げて、重ねるように徐々に消しています。チョコレートのハイライト部分にタッチをつけています。これもレイヤーの透明度をロックすることで他にはみ出ることなく効率的に表情をつけています。表情をつけるのに主に使っているブラシは鉛筆。この部分の表情付けは繊細で、本来は鉛筆の筆圧を調整しながら書き進めます。でもこのペンにはそれがないので、やはりブラシの流量調整を使いながら書いています。このように筆圧感知機能がなくとも、それに代わる方法で代用して作りたい絵の表情を作っていきます。スポンジやクリームにも今までと同じ考え方、書き方で表情を書き込んでいます。チョコレートにハイライトを入れて、ケーキの一部が完成しました。ではこの先も同じ方法で書き込んでいきます。ご覧いただいているように A14 を使ってこのように繊細な絵を描くことができます。もちろんこのペンの機能は Apple Pencil など最高品質のペンには届きません。しかしペン先からストレスなく線や色が出るという文字や絵を描くのに絶対必要な性能という点では Apple Pencil には全く引けを取りません。そしてしっかりと計画を立てることでこのような複雑で繊細な絵を描くこともできます。その計画とは要素を分解することです。自分が描きたい絵の要素は何なのか、ちゃんと分解して理解しておきましょう。この絵の場合、要素は大きくチョコレート、そのハイライト、スポンジ、クリームです。その上で要素一つ一つをどう描こうか考えます。チョコレートの濃淡はエアブラシのグラデーションで描けそう。スポンジはパネル系のブラシと鉛筆の組み合わせだけで描けるはず。クリームは鉛筆ブラシだけで描ける範囲に留めよう。チョコレートのハイライトは鉛筆のグラデーション表現が最適。このように分解すると、この絵にはいくつかのグラデーション表現が必要で、本来は筆圧感知機能で描きたいものだということがわかります。でもこのペンにその機能はない。ではその代わりにブラシの流量を下げて重ね塗りをするという方法を取る。こうすることで全ての要素がこのペンで描けるということがわかります。そう考えて実行してきた結果、絵ができました。タブレットのペンは今とても進化しています。自分がタブレットとペンを使う主な理由は何なのか、そう考えてそれによって使うペンを選べる時代になっています。もちろん最高品質のペンを持つに越したことはないかもしれません。でもそれは本当にかけるコストに見合っているのでしょうか。低価格だけど基本性能の高いペン。もし足りない機能があるならば、それを補う方法を見つければいい。そんな風に考えてタブレットペンを選ぶのもいいかもしれませんよ。
今回の動画が面白かった、参考になったと思ったら、高評価ボタン、応援してもいいよという方は、チャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。